皆さんこんにちは。今日もマイクラスチャンネルのお時間がやってまいりました。私は今まで電気代の節約について訴えてまいりました。そして口を開けば増税反対と繰り返し言ってきました。しかし実は日本のことをまだ何も私は知らなかったのです。政府がやっと本気になった、そう思わせてくれる政党はどこなのでしょうか。若い世代からようやく政府が本気になったと思っていただける構造を実現したい。今まで本気じゃなかったんだって絶望しちゃった。言葉選びがちょっと嫌いでした。まさにその通りですね。しかし私はこの動画では私がどこを支持しているだとかそういった感情は抜きに事実だけを淡々と皆様に情報共有させていただきたいと思います。すべては暮らしに役立つ情報を提供したい、その思いから来るものです。決して遺憾の意ロケットを発射したいわけではございません。少々取り乱してしまったようです。失礼いたしました。まず日本にはどのくらいの数の政党がいるのでしょうか。私ウィキペディアでしっかりと調べさせていただきました。無所属を除いた10の政党があることが分かりました。私はもともと詳しいわけではございませんので、この動画の内容に間違いがあるかもしれません。もし間違いがあった場合はコメント欄で情報を追加してくださると嬉しいです。その中で電気料金の値下げを明確に訴えていた政党はなんと3つでした。意外と少ないですよね。1つはオフホワイト、その他6つの政党は公式ホームページに明確な記載はございませんでした。では一つ一つそれぞれの公式ホームページから電気料金に関する政策を確認してみましょう。この動画は公式ホームページをもとに作成しています。たとえ党の代表が口頭で電気料金の値下げをニュースなどで訴えていたとしても、ホームページに記載のないものは党の意思ではないとみなし除外します。まず岸田総理のいらっしゃる自由民主党、強力で機動的な原油高・物価高対策を進めてまいりますとありました。しかし電気料金のことについては記載されてありませんでした。次、立憲民主党、こちらの公式ホームページに載っている公約はすべてで235ページございました。この中から電気料金に関することだけを抜粋いたします。地域ごとの特性を生かした再生可能エネルギーを基本とする分散型エネルギー社会を構築し、あらゆる政策資源を投入して原子力エネルギーに依存しない原発ゼロ社会を一日も早く実現しますとありました。電気料金を値下げしますという明確な言葉はホームページから見つけられませんでした。次、日本維新の会です。自治体レベル、大阪市などで時限的に実施される上下水道の基本料全減免のように急激な物価高に機動的に対応するため、国レベルでも電気およびガス料金の料金設定の在り方を見直し、急激な高騰を抑制する激変緩和措置を講じますと記載がありました。まず一つですね、電気料金の値下げについて前向きな発言をしていらっしゃる政党を見つけることができました。次、公明党、
2023年4月以降、順次電気料金が3割から4割程度の値上げになります。こうした値上げに対応するべく、公明党は追加の負担軽減策を検討するように政府に働きかけていますとありました。電気料金の値下げについて前向きなようです。次、国民民主党。再エネ賦課金の徴収を一時停止し、世帯平均の1割、年間約1万円、電気代を引き下げることを目指しているとあります。電気料金の値下げについて前向きなようです。現在の電気代には太陽光発電や風力発電など再エネ買い取りに必要な費用を担うための再エネ賦課金が付加されており、電気代が高騰している中で家計や事業所の負担となっている電気代の値下げを実現するため、再エネ賦課金の徴収を一時停止し、世帯平均の1割約1万円電気代を引き下げることを目指しているとあります。なるほど。政治用語はちょっとね、私のような素人にはちょっと難しいんですけれども、簡単に話すと、太陽光パネルや風力発電などを設置したお家や企業から大手電力会社が電気を買い取っています。その費用を国民に負担してもらうのを一時的にでもやめて、電気料金を1割下げましょうっていうことなんですね。再生可能エネルギーを買い取るお金を国民に、ちょっと負担がかかってるっていうのを知らなかったですね。新たな発見です。次、共産党。資源エネルギー庁はインボイス制度の導入により、大手電力会社などに生まれる損失分を一般家庭の電気料金値上げで補填する方針があることが明らかになりました。電力会社が再生エネルギー電力を固定価格で買い取る制度は、住宅用太陽光発電を設置する再エネ業者など、売り手の大部分は消費税納税義務を持たない納税業者です。インボイスが導入されると、免税業者との取引で仕入れ税額控除ができないため、買い手である電力会社に損失が発生します。資源エネルギー庁がこの損失分を電気料金への上乗せという形で補う制度を検討しているというのを指摘しているそうです。難しいですね。漢字ばかりでね、私の口もね、カピカピになっております。ろれつが回りません。つまり、簡単に言いますと、現在、太陽光パネルなどの再生エネルギーの構築に力を注いでおります。そのことにより、大手電力会社が赤字になります。買い取りするからですよね。その赤字分を電気料金の上乗せとして国民に負担してもらおうという国の考え方を問題視しているっていうことなんですよね。また、多くの国民がこの制度を知らないことも問題視しています。そうですね。確かに知らなかったですね。原発を完全に停止した場合の電気代引き下げの可能性について国民に情報を開示するよう求めましたというふうにホームページの記事に記載がありました。そのホームページの記事を見るとパッと見は沖縄県の共産党の、議員の方がなんか主に言ってるみたいな感じを私は感じ取りましたね。で、ホームページの政策のところには電力不足を言い立てて原発の最大限活用を図る動きに反対するとだけ記載されておりました。
原発を停止して減った費用で国民の電気代を引き下げることができるのかっていうのを模索したいっていうようなことが書かれていました。どうなんでしょうね、これは。グレーですかね、オフホワイトですかね。視聴者の皆様に判断を、委ねたいと思います。次、社民党。ホームページの制作からは電気料金に関することは見つけられませんでした。しかし、ホームページの中にある記事から電気料金について社民党の代表はこう申しております。暮らしが大変な人々に十分応えているのか、電気やガスなどへの支援などほんの一部に限られている。もっと個人を応援するべきだと述べました。申し訳ございません。私のね、理解度が足りていないようですね。ここから読み取るとすると、プラスチックって実は石油からできているんですよ。こういうことなんでしょうか。申し訳ございません。私の知識が浅いようです。次、NHK 党。原発再稼働の検討を政府に積極的に求めていくとありました。電気料金の値下げを明確に記した文章はホームページからは見つけることができませんでした。次、参政党。地球と共存するエネルギーインフラで自然との調和を先導とありましたが、ホームページからは明確な電気料金の値下げについて、記載を確認することはできませんでした。次、れいわ新選組。ホームページに電気料金を引き下げますという明確な記載はありませんでした。しかし、消費税廃止を訴えていますから、電気料金も自動的に下がるという認識でよろしいのでしょうか。オフホワイト2つ目ですかね。グレーですかね。ここも視聴者の皆様に判断を委ねたいと思います。ずらずらとね、いろいろおしゃべりさせていただきました。ご視聴いただきありがとうございます。最後に分かりやすく表にまとめさせていただきます。皆さんは各政党のホームページをご覧になったことがありますでしょうか。私は正直この YouTube の動画を作るまでは見たことはございませんでした。今はテレビ、YouTube、Twitter、ネットニュースなど様々なところから情報が得られる時代です。この動画を見て気になった方は一度ぜひホームページを見ていただきたいと思っております。日々忙しい中でホームページの中身を全て見ることは難しいかもしれません。しかし検索して内容は見ずにパッと公式ホームページを見るだけでも価値があると感じております。なぜなら国民に政策を伝えたいという意思を感じたからです。分かりやすく作られたホームページではやはり勝手ながら国民に自分たちの政策を伝えたいという党の意思を感じました。しかし分かりにくいものはたとえどんなにいい政策を考えていたとしても国民には伝わりにくいです。この YouTube は視聴者の皆様があって成り立つものであり、私に調べるきっかけをくださった皆様に感謝しております。今後も暮らしに役立つ情報を発信できるよう誠心させていただきます。